こういうタイヤで足を頭突き肩中国武術って何でもありで殺傷性即効性があるので破壊性あるので本当に命を取られるかどうかの観点で誤審だったらありえます。そうですね。合気道と中国武術、何が似ていてどこが違うのか。クロスロードエボリューション、ブルーレイ撮影で体験した内容を白川隆二自身が検証する。これで私はエボリューションしました。で今度は両手でこう宮平先生にこう掴まれるなかなかないんですけど、両手で掴まれた場合どうしますか。そう、例えば相手の攻撃を防ぐ場合、意外とこう戦いでパンチされたくないなと思ったらこういう風になるじゃないですか。だから絶対ないとは言わないんですよ。こうやってもうパンチされたくないな、怖いなってこういう状況、そういう時にこう相手的だったらこう抜いて投げたり、あるいは持ってのこういういろんな技が。ちょっと待って。何もうちょっとゆっくりやって。ゆっくりいきます。ゆっくり。片山君にゆっくりいきます。こう掴まれたらいろんなこう例えば抜く技だったり、逆にこう両手を掴まれる生かす技があるんですよ。両手掴んでるからこそできる技なんですけど、宮平先生のアプローチは高さん面白かったですね。ここからこの抜きがあるんですけど、これでパンって抜けるんですよ。相手のでもこう上下に分けることでパッて抜きがあるんですけど、そこで足を踏む。あ、そうだ、足踏んでた。足踏みます。足踏んでた。足踏みます。で、頭突き入れてから肩でこういくんですよ。出ましたね。肩の体当たり。もう最初こうやった時にやっぱ相手だったら逆に足踏まないように足踏まないようにするんですよ。足踏まないところに行くんですよ。空いてる部分スペースを作ったらむしろ相手の足踏まないところ安全なところに行くんですけど、むしろぶつかるところに行くからこれなんですよね。で、宮平先生靴ですから。靴です。あ、痛かったですよ。実は今でこそ靴で踏まれたんだ。素足をやれば嬉しいです。それはもうなかなか踏んでいただけないですからね。まあ確かに。それは本当でも宮平先生が認めてた人じゃないと踏んでいただけないので嬉しい。生まれて嬉しい。生まれて変な世界。もう確かにそうですよね。でもあれは本当にこう靴だからこそ踏んで効果があるんですよ。ああですね。裸足だったらそこまでじゃないので、むしろ引っかかると思うんですよ。で動けなくするという点ではいいんですけど、靴だからこそダメージがでかいので、宮原先生がやったと靴ガーンって踏むので、これ大きなダメージがあります。だからこれが素足でやってる武道と靴を前提にした武術の違いだと思います。あ、でもちょっと思い出したのが八木先生の時に、すごいんですよ。これでほらここをガーッとやって動けなくするってあったじゃないですか。あれもちょっとあれでも技術的な動きなんですかもしれない。そうです。対象というツボに向けてこう行ってこれすいません、これジュラシックワールドみたいな感じの、うわー力入るんですよ。これすごいな、本当にすごい。でもこれなんです。この足でも靴の方が絶対強いですよ。靴を履いてた方が蹴った時にもっと素足を広くいるので、その靴を使ったらやっぱ靴を履いてるっていう想定してるんですよ。だからこそ足を踏んでると思います。白川先生、それの肩の体当たりみたいなのってのは研究されました？何かこれ合気道では体当てで、体当てあるんだ。いや普通のはないんですけど、入り身いた時にこういう体当てしてタイミングで例えば突きに対してパッとこういう体当て。すげえ、なんか北極圏みたいなタイミングで入るものがあるんですけど、あるんですね。あれって普通の合気道では使わないですけど、私はやってますよね。そうなんだ。でも宮平先生のここですよ。真ん中で肩にこうドーンとで、それまでのアプローチで足で、でもし顔があったら頭突きやった後におまけ最後にドーンと。頭突きやってましたよね。やってましたね。頭突きもやっぱ逆に当てないように普段やってるので、そこも確かに言われてみるとっていう感じですよね。もし武器ってなるんだったら頭突きってすごい強いので、そこはちょっと中野先生的な頭突きといえば中野先生的な感じでしたね。じゃあ高橋さんゆっくり、じゃあこう掴まれた時にこう上下でスワッと分ける動き。
で足を、これ怖いよ。ここですね、肩でこれで終わっちゃうよ正直。そうですね。だってこれもあれなんですよ、西監督の下からの頭突きなので見えにくいですよ。ああ、なるほどね。はい、で足踏まれてて下からの頭突きでスパッと入って。でこういう時って人間って離せないんですよ、これ。なぜか知らないけど。まあ、多分足踏まれてますからね。でそうあってもそうですね。でもこれ離せなくなっちゃう。こういう動き。座ってこういうね。そうこういう動き。はいはいはい。これがだから多分持ったりするんですよね。ああ、余計ね。逃げられない。うわー、いやちょっ西監督も受けた方がいい。となんかどんどん怖くなってるような気が。合気の時悪落ち込んですから。またこれですから。またピントが。おお。だってでもこれだと怖くないじゃないですか。怖いでしょ。ここからこれですから。おお、常に痛いんだけど。ガーンって頭突き合ってここの開いてるところ。常に足痛いです。これが普通ですよ。足の痛さで僕次のこと忘れてました。これ下からガーン。これ怖い。瞬間的にめっちゃ無防備になるんですね。ラストここはだからここから手が怖いです。ここで足を磨いて入ってパっていうのが開く。でもここはやっぱり私頭突きの発想もなかなかないので、足を踏んでっていうのがやっちゃいけないことですね。そうです。基本はまずバッティングしないようにバッティングしないように動くんですよ。怪我させないようにね。でも今の格闘技やってる人も多分そうだと思うんですよ。ああ、反則になるじゃないですか。そうですね。だから結構当たらないように、あとそのルールに払拭しないようにっていう動きだと思うんですけど、やっぱりそれこそ中国武術って何でもありで殺傷性、速攻性があるので、破壊性あるので、やっぱこう本当に無駄なく使えるところを全部使ってるんだなっていうふうに思いましたね。これでエボリューションしたら危ないでしょうね。これエボリューションでもこういう考えと入り方あればいけますよね。だってここで例えば、こうパッと足踏むっていう発想、そして当てないんですけど、当てる発想で優しく踏んだっていうふうに稽古していけば技術的には。あとは何よりも対戦相手がそういう文化を持った人っていうのがいるんだってことを認識してる人としてない人、でも一発でやられちゃうかやられないかですよ。このつかみに行かないだろうし、やったらと危ないから。でもつかみに行かなくても足踏んでからこれだけでもちょっと確かにまたね違いますよね。やっぱりでもまあ実際ね、喧嘩になったりとかなんかあんなこらだった時に足をバンって踏むっていう発想っていうのはよほどの人じゃないですよね。慣れてないとね。でもその発想でも本当に命を取られるかどうかの観点での誤審だったらありえますよね。そうでしょうね。ですね。本当ですよね。だそこがやっぱ武道で教育性を持っているのか武術で殺傷性を持っているかの違いだと思います。武道で教育性、武術で殺傷性ってなんか分かりやすいですね。なるほど。白川先生は武道家なんですよね。武道家なので安心安全、中野先生と同じの安心安全で、でもやっぱこういう技術を知っとかないとダメなんですよ。そうですね。知っとく絶対大事なんですよ。安心安全な技術だけじゃなくてやっぱ危険な技術を知ってるからこそより安全にできるっていうのがありますし、それに対応できる、危険な動きにも対応できるってなりますので、やっぱ幅広く学んでいくってことが大事ですよね。じゃあ例のセリフを。はい、これで私はエボリューションしました。はい、ありがとうございます。白川龍二が進化したクロスロードエボリューションブルーレイボックス、ぜひお買い求めください。あなたもきっと進化する。白川龍二と石井東吾が宮平保の中国武術を徹底体験。ブルーレイディスク4枚組全6時間半絶賛発売中。